病院に向かっています。はい、ただいま時間は6時40分、45分、朝の6時45分と病院に向かっています。今日は7時半に来てくれって言われてます。昨日のね、お昼から絶食していたのでお腹が空いています。コーヒーもダメ。とりあえずね、手術が終わるまでは何にも食べたり飲んだりできません。一応ね、付き添ってくれるらしいです。Good morning。すっごいよく寝てて、朝6時に私起きたんですけど、全然起きなくって、で叩き起こしたんですね。ほんならもうめちゃくちゃあったかくて最高に気持ちよかったのにって言って、それからね、あんまり喋りません。でも絶対に誰かがいるんですよ、送り迎え。行きはいいとしても帰り絶対誰かに迎えに来てもらわないといけないので、今日は休みを取ってくれました。それではね、病院に向かいたいと思います。はい、ということでね、今のずっとね、フリーウェイの方をね、走っていっています。実はこれね、私の通勤、経路とね、ほとんど同じルートで行くんですけれども、これがね、なんかどっかに遊びに行くとか、キャンプにね、向かっているとかだったらね、めちゃくちゃね、こんな景色の中走れて最高なんですけれども、残念ながらね、今日は行き先は病院です。ここでね、先延ばしにしてもね、しょうがないので、もう言いますけれども、今回ね、私が何の手術をするかというと、実はね、産婦人科系のね、手術になります。私はね、ほんと昔から月経過多で、本当にね、ずっと悩んでたんですけれども、それがね、オーストラリアにね、来てから、どんどんね、悪化したんですよ。もうね、なんか最後の方は、1ヶ月のうちで、生じゃない時の方が短い。それぐらいね、結構期間も長くって、で結構ね、悩みのね、種だったんですね。日本では、一度ね、受診したことあるんですけれども、特に異常なくって、で、オーストラリア来てからはね、全然受診とかしてなかったんですけれども、実は6年前に、とあることが起きまして、受診をね、せざるを得なくなる状況になりました。今もね、覚えてるんですけれども、土曜日の早出の出勤をしていて、仕事中に、もう本当に今まで経験したことのないような、なんか腹痛にね、襲われたんですよ。で、その時の同僚も、めっちゃ顔色悪いからもう帰った方がいいよって言われて、で、早退することになったんですね。で、その時まだホストマザーがね、近くに住んでいたので、迎えに来てもらって、で、町医者でも休館を受け付けてくれるところがあったので、そこに連れてってもらって、で、そしたら急性盲腸炎の疑いが一番強いということで、紹介状書くから、その大きい病院のね、救急行ってくれって言われて、救急にね、行く羽目になったわけです。で、結局ね、3、4日入院したんですけれども、入院して分かったのは、その急性盲腸炎ではなかったっていうこと。で、そしてそっから結構検査があって、最終的に出た診断が卵巣嚢胞が破裂したことによる痛みだったっていうことだったんですね。それでね、初めてね、婦人科の病気だったっていうことが判明したわけです。で、そこから産婦人科にね、紹介状を書いていただいて、で、今の産婦人科の先生に出会ったわけですね。ここからね、私のね、産婦人科の先生とのやりとりが始まるんですけれども、でも本当にね、いい先生と出会えて、で、いろんなね、検査してもらって、その中でね、分かったことが2つありました。それはね、子宮筋腫があるっていうことと、あともう一つは貧血がね、結構ひどかったんですね。その中でもその鉄の量が異常に低かったんですね。で、その時その産婦人科のね、先生からおすすめをされた治療方法が、ミレーナっていうね、器具を子宮に埋め込むっていう手術だったんですね。
ここでね、そのミレーナの紹介をね、しても長くなっちゃうし、それもね、ちょっと違うかなと思うので、もしね、そのミレーナ自体に興味があるっていう方は、一度ね、検索してみてください。そしたらね、どういうもので、どういう、機能があってっていうのがね、よくわかると思います。簡単に言うと、そのミレーナは、その器具から黄体ホルモンがね、少しずつ出て、その月経過多をね、和らげるっていう意味もあって、先生は私にねこれが合ってるんじゃないかっていうことをお勧めしてくれました。貧血もね結構進んでたので、やっぱり止めた方がいいっていう、コントロールをねした方がいいということでお勧めをされました。実はね、このミレーナはその別名避妊リングとも呼ばれていて、なので避妊のためにね入れる方もいるんですよね。で、実はというと、私はここで人生のかなり重大なね決断をしなければいけなかったわけなんです。なぜかというと、私実は本当に小さい頃から子供が欲しくって、どうしても自分のね子供が欲しくって、それでもやっぱりねそういう機会がねなかったんですよね。で、今回このミレナを紹介された時に、いわゆるその避妊リングなので入れてしまったら、もう避妊なのでね妊娠はできないわけですね。じゃあかといって本当にねこの時の私まだ子供が欲しかったのかって言われれば、もう44歳だったので、じゃあなんか実質的にねその時まだ誰もパートナーがいなかったし、独り身だった、一人で生きていくって言ってたけど、それでもやっぱりなんか自らその避妊器具をね入れてしまうことにしばらくね抵抗があって、なんかもう本当にここで子供を諦めなきゃいけないんだなっていう決断をねなんか迫られてるような感じで、結構エモーショナルに感情的にねなって不安定になったりもしましたね。ちょっと泣いたりもしたし、なんかこれを決断したらもう本当に私はいよいよもう子供はね諦めなきゃいけないんだなって、実質的にはもう絶対無理だって分かってたし、じゃあ今から誰かと出会って産むってなったらもう45、46、じゃあ本当にそっから子育てできるのって自分では現実的には分かってたけど、でもなんかいざもうその道が閉ざされる、もしね本当に妊娠またしたいのであれば、そのリングをね取ればいいだけの話なんですけれども、少しね感情的にねなってた時期でもありました。そんなこんなでね、その今回なぜ私がね手術に臨むかっていうと、そのミレーナはね5年ごとに交換しなきゃいけないんですね。やっぱり感染の面とか衛生面の問題があるので、この日はね7時半に受付を済まして、なんだかんだで病棟に来たのが多分8時とか8時過ぎで、そこから薬飲んで、多分ね手術に呼ばれたの10時半ぐらいだったと思います。はい、これちょうどね手術終わってね帰ってきたところですね。で手術自体はねそんなに長くなかったですね。だけど回復室で待ってる時に結構痛みがねあったので、痛み止めをねもらったんですけど、それがね点滴の痛み止めとさらに内服の痛み止めと両方もらって、でそれがねこの時はね思わなかったんですけどね、後からね結構ね大変だったんです。でこの時はまだそこまでじゃなかったんですけれども、後からねちょっとね吐き気が出てきたので、そしたらね吐き気止めの注射もねピュッて入れられたんですよ。だからなんか多分ねちょっといろんなものがオーバードーズしたんだと思うんですけれども、2時半ぐらいかな、もういつでも退院していいよって言われたんですけど、もうフラフラで立てなくって、ちょっと経ったと思ったらもうなんか世界がね回りそうなぐらいフラってして、1時間ぐらいかな、もう本当に退院していいよって言われてから1時間ぐらいまだねベッドの上から起きれなくって、でやっと立ってトイレ行けるぐらいになった時に、その時にいたねナースステーションの看護師さんがねみんなね歩いてるって言って拍手してくれた。それぐらいね結構フラフラだったんですね。
まあそれでもね、なんとか無事に退院できて、で、またね、車で、家まで帰ってきたんですけれども、車の中でもね、私爆睡してて、クリスがね、2回、なんかショッピングでどっか泊まったらしいんですけど、全く記憶にもなくって、で、そこから家帰ってきて、でも本当にあんまりその日の記憶も私なくって、そのままね、ベッドに直行して、もう一晩中寝てました。多分ご飯も食べずに私、その日寝てたと思います。で、このね、手術のね、症状はね、もう次の日からね、だんだん良くなってたんですけれども、3日後くらいからかな、風邪症状が出始めて、多分この時にどっかでね、風邪菌をもらってきてたみたいで、で、もう大変でしたね。40度近くの熱が2日間ぐらい出て、で、本当はこの手術のね、ために1週間休みを取ってたんですけれども、さらにね、1週間追加で休まなきゃいけなくて、結局ね、合計2週間休む羽目になるっていうね、ちょっとおまけ付きでしたけれどもね。ではね、ここでね、最終的に、この一連の受診と手術とで、いくらぐらい費用がね、かかったかっていうのをね、お伝えしたいと思います。まずね、手術の前に産婦人科のね、受診をした時で、この時の費用が350ドルかかりました。で、まずポケットマネーから350ドル出して、で、国民健康保険ね、メディケアっていうのがあるんですけれども、そっから返ってきたお金が84ドル15セント。なので実質、自分で払ったお金が265ドル85セント。で、この入院自体にかかったお金なんですけれども、私はね、プライベートの保険に入っていて、で、ホスピタルカバーがね、されてる分なんですけれども、一番ね、下のランクに入ってるので、すべての病気をカバーできるわけじゃないんですけれども、大体のね、ものはカバーされるっていうことで、その産婦人科系もカバーされているので、それが今回適用になりました。どれだけカバーされるかは、その入ってる、保険にもよりますし、自分がね、何を選んだかにもよるんですけれども、私は、上限、250ドルまでは自分で払うっていうタイプにしていて、で、それはこのカレンダーイヤーの1月から12月1年間、たとえどんなに手術をしようとも、もう1年の上限が250ドルでいいという保険なので、今回はね、初めて今年使ったので250ドル払いましたけれども、またもしこれで仮に何か他のね、手術が必要になった場合は、もう私はこの12月まではね、もう上限を払ってるので、ただでね、入院ができるっていうシステムになってます。ただし、保険がね、カバーされるものだけによりますけれども。ですが、実はね、ここで終わらないんですね。からくりがあって、で、今回私はずっとプライベートのね、産婦人科の先生に見てもらってるんですけれども、手術となると、この産婦人科の先生に、さらにポケットマニーからね、執刀代をね、払わなきゃいけないんです。で、それが保険ではカバーされないので、実費で350ドル、ここで払わなきゃいけなかったんですね。実はもうこれは手術の1週間前にもう支払いをね、済ませていました。ということでね、結局合計私が実費で支払った金額は865ドル85セントになります。ただ、まだね、行ってないんですけれども、フォローアップのね、受診があるので、また3ヶ月後ぐらいに先生に会いに行くんですけれども、そうなると多分また350ドルぐらいね取られると思うので、ちょっと1000ドルちょっとですかね、かかったかなっていう感じです。この金額が皆さんの予想より高かったのか安かったのかはちょっと私にはわからないですけれども、でもね、実質プライベート保険に入っていたおかげで、プライベートのね、病院で手術をすることができたので、完全個室でね、対応していただいたので、それはね、やっぱりすごく良かったかなって思ってます。今回ね、こうやってね、入院するきっかけがあったので、ちょっとこういう私の今のね、健康状態とかとも合わせて、オーストラリアでね、入院したらどんな感じになるのかっていうのが少しね、伝わったらいいかなと思っています。
私もね、本当にね、もう50代に入りましたし、産婦人科系の病気もね、こうやって持ってますし、他にもね、ちょこちょこ病気というか、健康的にもね、気をつけていかなきゃいけないところがね、いっぱい出てきてるんですけれども、やっぱりね、もう今のね、メインはね、本当にね、更年期との戦いですね。本当にね、更年期に関してもね、動画をね、上げるなんて、ちょっと上げる詐欺になってて、全然上がってないんですけれども、結構ね、情報量がね、多くなるので、いろいろね、考えながらね、今の作ってます。でも必ずね、ちょっと更年期についての動画は一本上げようと思っていて、私がどういうことに悩んでいて、で、どういう治療をしていて、どういうことを試していてとかっていうのもね、お知らせできたらいいかなと思ってるし、同じ更年期でね、悩んでる方とかと、コミュニケーション取れたらすごく嬉しいかなとも思っています。これからもね、オーストラリアで生活しているアラフィフのね、リアルな現状をね、お伝えしていけたらなと思っているので、またよろしかったらね、登録ポチッとしてもらえたら嬉しいかなと思います。それではね、今回はこの辺りで、次回の動画でまた会いましょう。それでは、バイバイ。